はい、こんにちは。文具王です。今日紹介するのはこちら。はい。レーザービーダーという製品です。これですね、レーザーカッターという、レーザー光線を使って好きな形に物を切るっていう、すごいカッターなんですけれども、普段ね、僕がカッターナイフとかいろいろ紹介はしてますけれども、それとはちょっと桁が違うぞっていう感じのマシンですというところですね。もう完全に工作機械なんですけれども、とは言ってもですね、家庭用ということでですね、うちの家にも置いてますよということで、こっちね、ほら、冷蔵庫とかあったりしますけれども、こんなところに置いておりますが、この製品を紹介したいなと思います。これですね、現在ですね、クラウドファンディングサイトのきびだんごっていうところで、サポーター募集中ということでですね、まだ発売になってないんですけれども、その製品をいち早くですね、ご提供いただきましてありがとうございますということで、今回はですね、これを紹介したいということなんですけれども、なんで僕がね、こんなね、機械を紹介するかというところではあるんですけども、実はですね、僕、前からこれに近い形の機械をですね、使っていたんですね。しかも、きびだんごさんとはですね、以前に、他のアイテムでですね、紹介をしたりとかしたことがあったので、たまたまですね、クラファンのサイトにこのレーザービーダーが出てますよっていうのが、見たときにですね、そのスペックを見て、これはすごいんじゃないのかっていうことで、ツイッターとかでつぶやいたりとかしてたら、連絡が来まして、それだったらちょっと使ってみますかっていうことでですね、今回ご提供いただいたということでですね、ご提供いただいたんですけども、使ってみたらですね、これがめっちゃすごいっていうことでですね、今回はその興奮を伝えたいというのが、主なね、お話だったりするんですけども、そもそも僕は以前から、そのレーザーカッターっていうのを使ってたんですね。2016年の段階で、この会社とは違うですね、他の会社が出しているものだったんですけれども、かなり形が似ている、これわかりますかね？こんな形のですね、レーザーカッターで、これファブールレーザーミニって言うんですけど、今でも販売されているモデルではあるんですけれども、こんなものがですね、クラウドファンディングに出てるところにサポートをしてですね、それで手に入れてですね、使ってたんですね。この頃からですね、ずっと使ってたんですけど、この時の、ものからするとですね、いろいろと改良もされてるし、パワーアップもしてるぞっていうのがスペックから見てわかるということで、今回はですね、これちょっと使ってみたいですっていう話をしてですね、送ってもらいましたということなんですね。で、今回のものもそうですし、以前のものもそうなんですけれども、基本的にこの辺ってね、組み立てキットだったりするんですよ。なんで、ちょっとね、自分で組み立てとかっていうのはあるんですけど、で、実際組み立てるところとか、それから、物を切ってるところとかっていうのは、後半の方で実際にやってるところをですね、紹介していきたいと思うんですけど、まずはね、これがどういうものなのかっていうのを簡単に紹介したいと思います。で、レーザーカッターなんですけれども、最近よく聞きますよね。アクリルの板とかをレーザーで抜きましたとか言って、いろんなところで売られているものがあると思うんですね。あとは木の板とかが抜いてあってですね、組み立てるといろんなですね、建物とか乗り物とか作れるような工作キットみたいなのもいっぱいあるんですけれども、最近レーザーが比較的簡単に使えるようになってきたので、そういう製品が増えてるわけですけれども、基本的な原理は、どれも同じなんですけれども、この箱の中に、レーザー光線を発する機械が入ってるんですね。で、この先端の部分からそのレーザー光線が細いね、光のすごい強い光が下に出てきて、この下にあるものを、焼き切っていくというような感じなんですね。イメージとしては、虫眼鏡で光を集めて、紙を切っていくみたいな感じの、子供の時にやったみたいなやつを、さらにね、すごいパワーとすごい精度でやるとですね、ものが自由自在に切れるようになりますよというものだったりするんですけど、これもそんな感じで、ここにユニットがあって、レーザーの光が下に当たりますと。で、ヘッドの部分はですね、こうやって左右に動くようになっていて、あとこう前後にも動くようになってますよということで、前後左右に動くことができるので、その光を当ててあげると、下に置いてある板をですね、こんな、例えばこういうですね、曲線だったりとかしてもですね、カットしていくことができますよと。非常に便利な、カッターなんですね。で、普通はね、こういうものっていうのは、危ないっていうのもありますし、それからですね、メンテナンスの都合とかいろいろですね、あと廃棄の問題とかがあってですね、普通はこう、でっかい箱に入ってるんですよね。コピー機のでかいやつみたいな感じの箱の中にこれが入っていて、その中にこうね、切りたいものとかを入れて、蓋を閉めて、加工するっていうのが普通なんですけれども、この製品はですね、実は枠だけしかなくって、中がですね、こんな感じですね、抜けてるんですね。
要は、フレームのところに必要なものの最小限のものだけを付けたのがこれで、縦横に動かすためのフレームと、その中にですね、レーザーユニットが付いています。で、レーザーユニットも実は2系統というか2種類ありまして、今使われているものっていうのは CO2 レーザーって言ってもっとパワーの強いものが一般的に使われてるんですけれども、これは LED レーザーって言って、ここの中にですね、すごい強いレーザーポインターみたいなやつが入ってると思ってくださいという感じです。最近ね、流行りのアクリルとか抜いたりとかいろいろしてるやつに比べるとですね、パワーはちょっと弱いんですけれども、ただですね、これはもう最小限箱もないので、比較的置いときやすいと。でこれ立ててしまったりとかもできるんで、最小限のレーザー加工機になります。なんで、これ、大きいとは言ってもですね、582×574 ということで、60センチ四方ぐらいの場所があればですね、置けるっていうものだったりするので、一応ね、ギリ家庭用ということで、家庭用レーザーカッターというふうに、言われてはいるんですけれども、どこの家庭にでもというわけにはいかないですけれども、特に僕みたいにクラフト系でいろいろものを作ってみたりとか、そしてそれを売ったりとかしてるような人にとってはですね、この硬い木の板とかを自由な曲線でカットしたりとかっていうのが簡単にできるっていうのは本当にね、すごいものなんですね。で、そのデザインはどうやってやるかっていうと、これパソコンとつなぐようになってるんですね。で、USB でつなげるようになってるので、パソコンの方でですね、図形を書いてですね、その形の通りに切ることができるので、僕とかはですね、パソコン上でイラストレーターとかそういうソフトを使って図面を引いたものをこっちにデータで送ってきて切るという形になってます。ということでですね、この道具何かというと、こういう木の板とかそういうですね、ものを、好きな形に切れるので、工作に使える、すごく便利なカッターですよということなんですけれども、でね、僕がなんでこんなに、このマシンを手に入れて興奮しているかというと、使ってみたらですね、圧倒的に使いやすいのと、パワーが強くって、これ便利なんですね。これまでの生産性と全然違うっていうのが、これのすごいところなんですけれども、ちょっと順番に説明をしますね。一つは、まずレーザーのパワーが強いんですね。で、いわゆるその CO2 レーザーっていうでかい機械のやつね、これよりももっと強いやつもあるんですけれども、これはね、LED レーザーって言って、中に入ってるのはもうそのレーザーポインターみたいなやつが入ってるっていうことなので、比較的シンプルでですね、メンテナンスも簡単ですよっていうのもあるし、あと、小型でコンパクトなんですね。いうことで、家になんとか置いておけるっていうのがあるんですけど、その中では、この 10W っていうですね、レーザーヘッドがすごくて、今まで僕が使っていたファブルレーザーミニっていうやつのですね、3.5W っていうのを使ってたんですけれども、それよりもね、当時はそれが一番強いやつで 1.6W と 3.5W っていうのがあって、僕は 3.5W モデルを使ってたんですけれども、それに比べると、これ 10W っていうことで、一応数字上は3倍いけるわけですよ。っていうことなんですけれども、じゃあその3倍が何かっていうと、何が違うかっていうと、やっぱこのレーザーの光の強さが違うので、切り抜ける板の厚みが違うんですね。これまでのものとかだと、もちろんいろいろ作ってはいるんですけど、こういうね、発泡ポリエチレンで黒みたいなものとかだと、光で切りやすいものなんですね。なので、比較的これは高速で切れるんですけれども、例えばこういうですね、木の板ですよね。これは MDF の板ですけど、こういうものを抜こうと思うとですね、これまでの、3.5W っていうやつだと、2.5ミリっていう比較的厚みのないこの板ですね。これに使われている板ですけれども、2.5ミリの板を、このレーザー光で抜こうと思うとですね、一回レーザーを通過させただけでは切れないんですよね。なので、全く同じ形の、ところをですね、周回させるんです。何回もレーザーを当てて走らせることによって、ちょっとずつ削っていくっていうことですね。なので、なんと 2.5 ミリの板でも、だいたい6回周回しないと切れなかったんですよ。っていうものだったんですけれども、今回なんと 10W になるとですね、それをワンパス1回で切ることができるんですよ。これめちゃくちゃ違うんですね。で、しかも、今までだったら 2.5 ミリ6回で限界ぐらいで、それよりも分厚くなると、実は、レーザーの性質の問題というかですね、形の問題はあるんですけれども、頂点が合うところっていうのがすごく浅かったもんですから、分厚い板って抜けなかったんですよ。なんで、2.5ミリの MDF がいいところみたいな感じだったんですけれども、なんと今回ですね、これ
4ミリとかの板でもですね、これで1回でパスで抜けるんですね。さらにですね、何回か周回してあげると、こういう板すら抜けるんですよ。これ厚みがね、1センチ近くあるんですけど、この板をですね、見事にこうやって抜き落としているわけですよ。これすごいことなんですね。で、パワーが強いっていうのもそうなんですけれども、おそらくこのレーザーの角度がすごくね、細いんですよね。なんで、シャープにレーザーが当たっていて、で、焦点が合っているところというか、エネルギーが集中しているところっていうのが、かなり深さを持って当てられるんですね。なので、厚みがあるものでも、上にピント合わせてるんだけども、下までピントが合ってるので、ちゃんと切れますよというものなんですよ。説明がすごく難しいですけど、とにかく分厚い板まで、しっかり、切り抜けるっていうのは、これまでだったらちょっとなかったことなんですね。なんで、パワーが強い&、レーザーが細いっていうのを使ってですね、こんなものが切れるようになりましたよということなんですね。これは圧倒的に便利です。で、その焦点の深さっていうのがどこで効いてくるかっていうと、さらにですね、このヘッドの位置を、調整するっていうのがすごく楽になるんですね。以前のものだと、めちゃくちゃ焦点の位置がシビアだったので、高さを合わせるのが難しかった上に、しかも、だいたいこういうところにネジがついていて、ネジを外して、これを高さを、こうね、物理的にこの切りたいものの表面からの高さが指定されてるわけですよ。ファブルの場合だと3ミリって決まっていたので、アクリルの3ミリの板を下に引いて、その上にヘッドが来るように持ってきて、ネジを締めてバランスを取る。で、その板を抜き取ってから切るっていう作業が必要だったんですね。で、しかもその位置がほんのわずか 0. 何ミリ上下するだけでも切り味にですね、差が出るんですね。だから、ドンピシャでピントが合ってる時ってめっちゃよく切れるんですけれども、ちょっとでも外れたりとかすると、切れなかったりする。板がね、ちょっと反ったりするともうアウトなんですよ。ってなってたんですけど、今回これですね、ここのところに、すごい簡単な足みたいなのがぴょこっとついていまして、棒みたいな腕みたいなのをですね、ちょっと下に出してあげてですね、これちょっとヘッドを一回持ち上げておいて、下に出して、これをヘッド上から押し込んで、カチッて当たるとこまで持ってきます。で、この出ていた腕の部分を引っ込めれば、これでピント合わせ終わりなんですよ。これめっちゃ楽。まずここにネジがついていなくって、ちょっとスライドするようになってるんですね。で、スライドしたところで止まるようになってるので、これ手で押しただけで、ピント合わせができますよと。で、ピント合わせツールが横にくっついていて、それをブラーンって垂らした状態でカチッて当たったところでこれを引っ込めてあげれば、これで準備完了なんですよ。前に比べるとめちゃめちゃ楽なんですね。なんで、ピント合わせがめっちゃ楽っていうのと、もちろん、このピントに対しての深さがあるもんだから、多少のブレみたいなところを気にせずに抜けていけるっていうので、今までのものに比べると圧倒的にその最初の初期設定の作業性がいいんですね。これってもう切るものの厚さに合わせて、いちいち調整するしかないんですね。っていうことがあるので、それがすごい楽ですよというところでした。あとはですね、ものによってはですね、切りたいものの表面がデコボコしてたりする場合があるんですけど、このレーザーヘッドっていうのがギリギリまで下なので、地面スレスレとかだと、やっぱこれはぶつかったりするんですね。なんで、これ実はこの、ここの部分っていうのは、実は光が外に漏れないようにしていて、これは目を保護するためのパーツなんですけど、これ実は外せるようになってます。ただこれは気をつけなきゃいけないのは、光がダダ漏れになるので、この状態でここを見るのはダメなので、ちゃんとですね、レーザー用の、こういうですね、メガネついてるんで、これをかけて、作業してくださいということではあるんですが、一応、どけることもできるので、多少のデコボコであれば、避けることができますというところですね。そんな感じのこともできるようになっているので、非常に、加工物に対して柔軟に対応できるっていうところがいいところですね。で、あとですね、組み立てが簡単っていうのがあります。前のこのモデルの場合ですね、この時は本当に最初の最初だったので、いろんなパーツがですね、全部組み立てがユーザーで組み立てるってものだったんですね。なんで、組み立ても楽しんでくださいねっていうものではあったんですけど、結構難しいんですよ。この枠の四角が精度が高く組み立てられていないと、当然出来上がる四角も歪むんですね。
で、これね、簡単そうに見えて、実は、ネジで留めるだけでしょって思うかもしれませんけれども、ネジで留めるときにちゃんと、位置を固定してあげるっていうのをやらないと、締めるときにちょっと歪むんだよね。なんで、これはね、本当組み立てに、かなり、こういうものを作るのに慣れてるスキルがないとちょっとできないっていう感じだったりするんですけども、それに比べると圧倒的に簡単です。角だけ端っこ合わせてネジをしっかり締めてあげると、ちゃんと直角出るようになってるので、そうですね。これ、組み立て式のキットではあったんですけど、僕で1時間強ぐらいで組み立てができました。で、人にもよるとは思いますけれども、2、3時間あれば組み立てられるんじゃないのかなというふうに思います。組み立てのやり方は、説明書っていうよりは、動画があって、その動画を見ながら組み立てるっていうので、組み立てができるようになってます。まず、組み立ても簡単。こういうところのですね、線とかもですね、プチって差し込むだけなんで、もう本当に簡単ですよ。ネジをいくつか組み立てるぐらいで、あとはね、このベルトを通すっていうところがあるんですけど、そこだけね、ピンセットを使って、ベルトを通すっていう作業があって、それだけね、ちょっと、面倒かなと思いますけれども、それ以外に関してはですね、かなり、簡素化されていて、簡単に組み立てができます。あとね、いいところは、モーターの速度が速いんですね。で、パワーがあって、で、レーザーにパワーがあって、モーターの速度が速いとどういうことができるかっていうと、今までの3倍のパワーのレーザーがあるっていうことは、移動速度っていうのを今までの3倍ぐらいにしても同じ板が切れるってことなんですよね。ということなんで、早く動かすっていうことができるようになります。しかも、板を切るっていうんじゃなくって、例えば板に刻印をするというような使い方の場合、表面が焦げればいいっていうだけだったら、パワーかなり落として早めに動かすっていうこともできるんですね。で、それをすると、すごい勢いで動きます。なんで、これまでよりも加工時間を短くできるっていうのがいいとこなんですけど、ただし、その場合はあんまり早くしすぎると、自分のこの振動ですね。自分のヘッドが動いたりする時の振動で、ブレブレの線になったりするんで、あんま調子に乗って早くしない方がいいですけど、早くすることのできるパワーを持ってるっていうのは、かなり余裕がある状態なので、実際駆動が滑らかですごく楽に使えますと。あとね、ここなんですけど、キャタピラみたいなのがここについてるんですね。ここ。で、これなんですけれども、アームの上についているヘッドに、電源をつなぐためにですね、この中にケーブルが通ってるんですけど、以前のものだと、例えばこういうものだと、ケーブルが外に出てるんですよね、こういうところに。で、このケーブルは、別に、ヘッドが動くときにこれついていくだけなので、別に外に出ててもいいんですけど、こうやってね、綺麗にしまっててくれることによって、一つは見栄えが綺麗だし、物に引っ掛けたりしないのでいいですよねっていうのもあるんですけど、あと加工するときに、この紐が不用意に他のパーツとかに、引っかかったりとかして、止まるってことがないんですね。これ、本当危なくって、こういうところから出てるケーブルが、この機械自身に絡まったり引っかかったりすることによって、ガッて行くと、機械はこっちに行こうとしてるのに、その紐で引っかかって止まるっていうことになると、故障の原因にもなるし、危ないんですね。そうならないようにきちんとね、このケーブルがキャタピラの中にちゃんと収まっているっていうのもすごくいいところですね。あと、さらにもう一個いいところは、足を伸ばせるってことなんですけど、このレーザーカッターですね、一応、そこに足がついているんですけど、今ちょっと僕がカスタムで、パーツをつけちゃったのであれですけれども、実はこの四隅のところでですね、本体を支えてる足なんですけども、実は、最初の状態よりもここ長く足を延長してあるんですね。ちょっと高さを上に上げてます。足を延長するユニットがついていて、最大これ3段まで繋げられるんで、かなり高さを上げることができます。そうすると、厚みのあるものを加工するって言った時に、このレーザーのヘッドよりも下ですね。この機械がこうやって動くので、あんまり高いものだとこういうところにゲートにぶつかったりとかするんですね。しないように、これ全体を持ち上げるってことがまずできるようになってます。で、持ち上げることができるので、僕は何をしてるかというと、この下にですね、ちょっと後で説明しますけれども、工作用の固定台を作っているんですね。この台を入れることによって、常に、加工するためのものですね。
この板とかをこうきちっとこうね、位置合わせができるようになってますと。で、まあ、この足を利用して、その台をですね、固定する用のパーツもレーザーで自分でカットしてここにはめてますと。こういうね、カスタムでちょっとですね、いじれる部分があるので、自分なりにですね、使いやすいように加工できたりするところもこれのいいところかなというふうに思いますよというところで、まあいいとこばっかりなんですけれども、まあこのレーザーを使うことで、これまでにね、使ってたのは何だったんだっていうぐらいパワーがあるので、いろんなものを切って今遊んでおりますと。ということなんでね、これまあ本当に面白い機械なので、ちょっとね、腕に自信のある方は、チャレンジしてもらいたいなって思うような、機械ではあるんですが、いくつかでもやっぱり注意点がありますと。いうことで、まあ、誰にでもおすすめするかっていうと、ちょっとね、それはちょっと難しいかなっていうところがあります。まず、ちょっとしたね、機械に対するある程度の知識みたいなものが、まあ、なんとなくないとですね、自分で組み立てたりとかした時に判断するところで、例えば、まあ、ラジコン作ったことがありますだったりとか、ちょっとしたですね、機械物が好きですみたいな人とかだと、まあ、十分、ネジ回してですね、部品を組み立てて何か、そういうですね、おもちゃとか組み立てたりするのが、まあ好きでしたよ、みたいな人だったらそんなに問題ないかなと思うんですけど、初めての人とかだと、ちょっとそういうところで戸惑うところはあるかなと思います。組み立て式なので、まあ、いわゆるプリンターとかみたいなのを買ってきて箱から出したらすぐ使えるみたいなものとはちょっと違うので、そこは、ご注意ください。あと、カットするのにもですね、少し、コツが必要です。専用のソフトがついていて、まあ、イラストレーターとかそういうですね、アプリで作ったデータをそのまんまひょいって持ち込んだらですね、まあ、加工データに変えてくれるので、そこはね、比較的楽なんですけれども、とは言ってもですね、例えば、これって切るものとかね、インクジェットのプリンターとかとは違って、この切るものの厚みが違ったり、素材が違ったり、あと、中には色が違ったりすると、切れ方が変わってくるんですね。光で切ってるので、例えば黒いものと白いものがあったら黒いものの方が切れやすいんですよ。みたいなところがあるんで、そういう微調整を自分でやんなきゃいけないんですね。ということなんで、ちょっとね、コツがいります。そこら辺もちょっと、必要なところですね。あと、切れないものがあります。これは、こういうね、MDF の木とかっていうのは、すごく切りやすくって丈夫なので、工作にはすごく向いてるんですね。レーザーカッターが得意な材料です。あと、こういうね、ポリエチレンの発泡系のものとかにも一瞬で切れるんで、これはいいんですけども、苦手なものもあります。まあ、苦手なものっていうと何かっていうと、透明な素材っていうのは光が抜けますよね。ということなんで、光が留まってくれることによって熱が発生して切れるので、まあ、光を通すもの、透明なものとかっていうのは、基本切れません。透明なアクリルの板とかもレーザーで加工されてたりとかするんですけど、あれは CO2 のレーザーを使ってるんですね。波長が違うんですけれども、LED は、可視光で切ってるので、透明なやつをすり抜けちゃうんですけれども、CO2 のレーザーは、透明なものでも、一部切れるっていうところでですね、アクリルとかも綺麗に切れることができますよというものになってます。あと、まあ、純粋にパワーがすごいあるんですね、CO2 のレーザーとかだと。まあ、これに関してはですね、ちょっとそのアクリルの透明なやつを抜いてですね、アクリルキーホルダー作りたいみたいなのはちょっとできないっていうところがあります。なんで、ものによって、こんな分厚い板が抜けるのかと思うのに対して、こんな薄いものが抜けないのかってなります。なんで、木の板だったらね、これ1センチぐらいある厚みが抜けるんですけれども、透明な下敷きだと、たった 0. 何ミリの厚みが抜けないんですねっていう違いがあります。なんで、そこら辺はね、まあ、使う方の工夫も必要なんですけれども、そういうところのね、得意不得意があるよっていうのもこれのですね、まあ、問題だったりしますと。あと、煙出ます。いわゆる箱に入ってるタイプではないので、片付けは比較的簡単なんですね。まあこうやって立てて持っておけたりとかするので、そういう良さはあるんですけれども、その代わりこれオープンエアなので、ここで切ったら煙が出ます。で、煙が出たのがそのまんまここに漂うので、これはね、部屋の中でやるのはちょっと難しいかなと思います。特にパワーがあるので、煙いっぱい出るので、そういうのは、まあ、ベランダだったり、ガレージだったり、外に、まあね、風通しのいい場所があるところで使ってくださいっていうのは、これはそうかなと思いますね。っていうところなんで、ちょっとあれです。であとですね、まあ、レーザーすごく強いんですけれども、強いおかげで、床
っていうかね、下の面ですね。なんか敷いとかないと、机とかの上でこれをやるとですね、机に、そのままレーザーで、焦げ目がつきますということなんで、僕はちょっと市販のものでですね、アルミの板を敷いてますけれども、何かしらですね、レーザーが貫通しないように丈夫な何かを下に敷いてくださいっていうのが必要になりますというところですね。あと、ついでにですけれども、今僕はここにですね、ちょっと網目状のものをこう置いてあるんですけど、そうするとこう下に空気が抜けるのでいいんですけど、これがないとですね、煙が下に抜けないと、ちょっとね、木とかを切った場合に、木から出たですね、ガスがもう一回その、木に付着してしまって、ちょっとね、シミみたいになったりとかすることもあるので、そういうところでですね、ちょっと加工台のところは、工夫がいるかなと思います。そこはね、後でちょっと、僕がやってる工夫をお見せしますと。あとね、使ってて思うのは、これは他のレーザーカッターでもそうなんですけれども、このタイプだとですね、原点の位置が分かりにくいんですね。どこがスタートかっていうのがちょっと分かりにくいので、板に大きさにね、余裕がある板とかを切る場合だったらいいんですけれども、もったいないですよね。なんで、板の端っこギリギリから使いたいじゃないですか。ってなると、位置が分かんなくなるので、なんか工夫が必要です。僕はだから位置合わせをするための台みたいなのを、それこそこのレーザーカッターで切って作った、そのガイドを使って位置を合わせるようにしてますけども、そういう工夫が必要になりますよと。その煙が下に抜けないっていう問題に関してはですね、この製品自体にですね、こういうですね、コーンスペーサーっていうのがついていて、どういうものかというと、こういうですね、お菓子のアポロみたいなやつですね、この三角になっているものがあって、これを下に置くとですね、ちょっとほら、点で支えるようになるので、これをいっぱい置いといて、この上になんか板とか置くと、板をこう、地面から浮かせることができるので、切った後のですね、向こうに抜けたガスを逃がせてあげたりとかできるよ、みたいなものがあるんですね。加工がすごく綺麗になるんですけど、ただね、これはね、すごい扱いが難しいです。こいつ自体が動くし、あと水平を取るのに板がたわむんですよね。点で支えると。なので、あんまりこれ、うまく使えなかったかなというふうに思いますよ。ということでですね、そういうね、デメリットもちょっとはあるんですけれども、とは言ってもですね、パソコンで描いた絵の通りに木の板を抜いてくれるっていうのはめっちゃ便利なんですね。で、しかも焦げ目とかで刻印ができるので、焼き印みたいなね、ちょっと味のある模様とかが簡単にできます。あと、レザーとかね、革とかに刻印を入れたりとかも簡単にできるので、これ本当に、便利なので、ちょっとね、そういうのに腕に覚えがありますよっていう人は使ってみるといいかなと思います。あとね、ちょっと、良くないところの一つとしてはですね、これ、あの、ギリギリまでこの下のところを、目を保護するっていう意味があってですね、このオレンジ色の透明なカバーがついてるんですね。で、レーザーが、直接外から見えてしまうと、目を痛めたりするので、このレーザー光を見ないためにこういうものがついてるんですけど、ただこれがですね、ギリギリまでついてるので、実は地面からスレスレ数ミリしかここの隙間がないんですね。っていう状態なので、板がちょっとですね、加工中にほんのわずかに板が反ったりすると、この、カバーがですね、引っかかるんですよ。で、このカバーが引っかかってずれて落ちるっていうことが起こるんですね。で、引っかかった時に、ずれて落ちたところにレーザー光が当たるので、これもう焦げ焦げになってるんですけど、これはね、普通に、僕も気をつけては使ってるんですけど、2回ほどこのヘッドが、2回じゃないな、3回以上かな。ヘッドがずれた状態で、ここにですね、焦げ目がついちゃってます。別に使用上そんなに困るかって言ったら、もう一回付け直すだけなんで、これマグネットでくっついてるんで、簡単なんですけど、ただこれが引っかかったところって下が切れてなかったりするので、これはね、ちょっとね、いまいちこう、もうちょいだけ高さに余裕持つとかなんかなかったんかなっていう感じはします。ただ取ってしまって加工することもできますが、その時はですね、目を保護することだけは気をつけてくださいということで、直接光を見ないっていうのがレーザー基本ですので、そこはですね、気をつけてくださいっていう感じになっておりますと。なので、ちょっとだけコツがいるんですけれども、きちんと使いこなせるようになってくると、これ、普通の人からしたらめちゃくちゃ難しい加工がですね、簡単に個人でもできるようになったので、
あとね、いいところは、比較的音が静かですね。マシンのファンの音とかですね、ウィーンって動いてる音はするんですけれども、それでもですね、いわゆる木を切る機械とかっていうと、刃物が回転しててガリガリガリとかいうような音はしないので、比較的静かに加工できますよっていうところがいいところかなと思います。ということで、この後ですね、その組み立てのところとか、それからこれを使ってどんなものを作ったのかみたいなところをちょっとお見せしていきたいなと思うんですけれども、なかなかこれはね、大人の、ホビーとしては、なかなか面白いアイテムですぞというところでですね、僕としてはですね、これまでの3倍のパワーということで、シャア専用みたいなやつにいきなりが来たってことなんですよ。で私としてはですね、非常に嬉しいというところでですね、これからですね、多分、しばらくちょいちょい作ったものを見せていくっていうので、深夜便かなんかでお見せすることになるかもしれませんけれども、このレーザービーターを使ってですね、文房具そのものだけじゃなくて、その文房具を、快適に使うためのアイテムっていうのがね、作れるわけですよ。だからこういうね、気持ちよくないですか？この測量ラチョがぴったり入ってる箱とかね。こういうのが作れるようになるので、そういうところをですね、お見せしていきたいなと思います。ということで、組み立てのところから見ていただきたいと思います。はい。これデモキーになっているので、一回組み立ててデモで使ってたやつのようです。で、それをもう一回分解して、梱包し直して送ってくれたということなので、梱包形態とかは違うかもしれません。で、おそらく、これ、ホームページを見る限りだと、2つの光源をプリズム化ミラーで1箇所に集めて、で、一本化するっていうことで、多分、5W がワットの 10W みたいな使い方だと思うんです。はい、ということで、早速組み立ててみたいんですけれども、取扱説明書みたいなものがですね、特には箱に入ってなかったんですけれども、これがね、アッセンブリースタートアップっていう紙がついていて、ここに QR がついているので、これを見ろってことですよね。ということでですね、こうやってかざすとですね、なんか出てきましたね。で、これを開くってやるとですね、こんな感じのページが出てきて、本当はこういうなんかカラーの箱に入ってるんですかね。で、こんな感じになっていて、中に入ってるものが書かれていて、あとここにね、動画で説明があるんですね。で、この説明をですね、見ながらやるということですね。こんな感じになっていて、こう、組み立て方の説明があるんで、この説明に従ってですね、組み立てていきたいと思います。動いた。おほうほう。いい感じです。はい、ということでですね、試しカットをちょっとしてみたんですけれども、このレーザービーダーね、組み立てて、やってみました。組み立ても簡単だったし、何よりもね、試しカットをして驚いたのはこのパワーですね。やっぱり 10W っていうのは伊達じゃないっていう感じはするんですけれども、なんとですね、これ 4mm ある MDF の板なんですけど、ワンパスで抜くんですよね。
これまでね 2.5 ミリっていう、この厚さですね、 2.5 ミリの板を抜くのに6パス6回同じところをですねグリグリしないと切れなかったんですね。同じトラックを6回回ることによってちょっとずつ削ってってですね、この 2.5 ミリを抜いてたんですけど、それがですね4ミリが一発で抜けるっていう、もう作業効率爆上がりなんですよね。ということでこれはすげえってなったんだけど、パワーが強いがゆえにいくつか問題があってですね、これやり方を変えざるを得なくなったっていうのがあります。で、何がっていうと、まずパワー強いのですげえ煙出ます当たり前なんですけど、木焦げてるんで煙が出るんですけど、これがね、これまではちょびちょび出てるのを時間かけてたっていうのもあるんですけども、窓を開けてですね、風を通したりとか、それからあと換気扇を回したりとか、いろんな方法でですね空気を抜いてたんですけれども、もうそれじゃ全然追いつかない。もう部屋の中がめっちゃいぶされたんですね。なんでこれは無理だなということで、ベランダに置くっていうことでですね、外に置くことにしましたよと。それがまず1個目ですね。で、ここはね、こんな感じで作業台があるんですね。ボッシュの作業台があってですね、でこれがいい感じに使えるぞということでですね、その上にレーザーが貫通しちゃうので、下にこういうね、MDF の板を置いて、で切ることにしましたよというので、まずベランダに持ってきました。で、長い USB ケーブルを買ってですね、それでいこうかなと思ってるんですけど、これで一回試しに切ってみたんですね。で、ここで切ったらこんな感じなんですけど、パワーがあるんで、こんなのね一発で抜けるんですよ。ですごい綺麗に抜けて、このカットのラインもすごいシャープです。以前のものに比べてやっぱりね、レーザーが細く当たってるっていう感じなので、これすごいいいんですけれども、やってみたらね、パワーが強いんで前だと絶対なかったんですけど、下に引いてある板を貫通して、床にまで行ってしまうということなんですよ。で、パワー強いんでちょっと設定をミスるとですね、これ多分ここだけ2回パス抜いちゃったんだよねと、ここのところが抜けてしまってですね、机にこの抜いた跡がですね、しっかり残ってしまいましたということで、これやべえということでですね、絶対これは抜けないものにしなきゃいけないなっていうのがあります。それとですね、もう一個なんですけど、これね、抜いた時にこっち表側なんですね。上からレーザーが当たってます。で、こっちが表なんですけど、裏返すとね、裏になんかすごい油染みみたいなの見えますよね。これ実は何かというと、木から出てきたタールとかそういうですね、木の成分が、レーザーの熱で、沸騰して蒸発したやつが外に出てくるんですけど、それが再付着したらこうなるんですね。で、これは表側あんまなってないじゃないですか。で、これは下に出た煙がこの板とベースの間ですね、この隙間板が接してるんで、隙間がないんで、ここでですね、この木に再付着しちゃうということで、これを浮かせてあげる必要があるんですよ。レーザービーダーには最初からお菓子のチョコレートのアポロみたいなやつがついてるんですけど、それをいっぱい敷いてその上に板を置いてあげると浮かせられて、このシミ出ないんですよ。で、それはいいんだけど、そうすると今度は浮かせているのが点で浮かせてるんで、板が反るんですよね。で、こういう特に薄い板とかだと自重で湾曲しちゃったりすると良くないし、あと位置合わせとかでもやっぱどうしても動きがちなんですよね。で、あんま良くないぞということで、ここはちゃんとしなきゃいけないということで、もうちょっとね、外に出たのもありますし、諦めてですね、ベース買おうということで、ベースのものを買いました。本当はレーザービーダー用もなんか板っていうのはあるっぽいんですけど、日本には入ってきてないみたいなんで、まずアルミの板ね、これを一つ下に引いてあげる。よいしょ。こうやって引いてあげることによってですね、レーザーが、床に入るのを阻止するというのと、あともう一個ですね、ハニカムボードっていうのがあってですね、これですね、こんなやつです。これほら、金属の網目状になってるんですけれども、上がですね、ハニカムって言って、蜂の巣状ですね。この薄い板でできてるんですけれども、それがこう縦にこうなってるわけですよね。なんでこっち向きに見るともう完全に抜けてるので空気は抜けるんですけど、こうやると網目状の台になってるので、この上に、材料を置いてあげるとちゃんとここでですね、ガス抜きにもなるということで、
でこれX ツールって書いてあるんですけど、これ別のレーザーカッター用です。 Amazon で見つけたんですけれども、 X ツールっていう、レーザービーターによく似たタイプなんですけど、最大 5W ぐらいで今普通にネットで販売されているレーザーカッターがあります。でそれのオプションとして、これ下に引いてくれっていう風になってるんですね。この状態で切ればもうちょっとマシになるんじゃないのかっていうのもあるし、あとこれ枠がしっかりしてるので、これで位置合わせもちゃんとできるようになるよねっていうのがあるので、これをちゃんとつけたいというふうにしましたということで、やっとこれが届いたので、これを設置したいということなんですけども、今度はこれに厚みがあるんですね。こんだけ厚みがあるので、これを下に入れてしまうとレーザーヘッドとかこの駆動部分とかが引っかかるので、このままではダメだという感じなんですね。なんでレーザービーダー自体をちょっとね、下を上げてあげないといけないということなんですけど、実はこれはね、最初から用意されているパーツがあります。これなんですけれども、これスペーサーがついてて、これが8つついてるんですね。だからこれを2段までは重ねられるようになっていて、どういうことかというと、この足ですね、後ろについてるここの足のパーツを一体外して、これに付け替えて、このゴム足をその下にくっつけると、ちょっと高くなるわけですよね。これでその1段このレーザービーダーを持ち上げて、その下にさっきの枠をですね中に入れてあげると、それでですね加工場所が完全に確保できるんじゃないのかというのが、今の目論見ですということで、早速作業をしていきたいなと思います。このレーザービーダーとかの箱がついていないフレームオンリーのタイプのレーザーっていうのはすごくいいのは、でかい加工物、めちゃくちゃでかい板とかでもよくある 180×90 とかの板ですね、コンパネみたいな板の上にでもですね本体自体を乗せちゃえば加工できるっていうのがあって、以前はねそのねでかい板を買ってきて加工してたんですけれども、ちょっとねもうセッティングがめんどくさいんですね。やっぱりいちいち高さ調整をしたりとかしなきゃいけないので、でかい板で切るっていうのができるっていうのがメリットでもあるんだけれども、結局切れる大きさとしてはこの枠内だけなので無駄が出ない良さはあるんですけど、その代わりあんまりですねセットが楽じゃないので、もうこの加工範囲に入るサイズの板を買ってくればいいかなというふうに最近思うようになりましたということで、それこそこんだけスペースがあればカットできるので持っていきたいということですね。ということで足がついたんでひっくり返します。で、よいしょ。でこれを置く前にですよ、まず、このアルミの板を引きます。であとやっぱこのハニカムのいいところは、これでフラットな面がちゃんと多分できると思うので、いろんな意味でですね、やりやすくなるんじゃないのかなと思います。今これ下のこの台の部分と上のフレームっていうのが隙間があって動くようになってるんですけど、レーザーを使ってちょっと近いうちにこの位置関係を固定するこの足のところあたりにこう引っ掛けてですね、この位置を固定する用のジグを作りたいと思います。でそれつけてあげたら多分位置が完全に固定されるんで、そうすると何がいいかというと、常にそのヘッドの原点位置っていうのがここだっていうのが分かるわけですよね。でそれさえ分かってしまえば加工物を乗っけるときに必ず同じ場所に乗っけられるので、多分楽になるはずというふうに私は踏んでおりますということで、そういうのを全部もうこれでセットしてしまえば、あとはパチッて置いてあげればいつも同じ場所で同じように加工できるようになる。多分作業性がすごく上がるので、ちょっとそこを期待しておりますということで、まずはハニカムボードを引きましたと。こんな感じです。ほら、裏側全然綺麗になりました。ということでカットできました。よいしょ。こんな感じですね。お、綺麗綺麗。ちょっとギリギリパワーが足りなかったかな。
ということでね、まずは、このね、下に引いてあるハニカムのボードっていうか、ベースをですね、このレーザービーターに対して必ず同じ位置に固定されるようにしたいわけですね。ということで、まずちょっとね、レーザーでカットして作ってみたのがこれですけれども、まあ適当に作ったものではあるんですけれども、何かというと、まあ穴が開いていて、ここのところ角があるんですね。この穴の直径がですね、まあ、ちょうどこのレーザービーターの足にはまるようになっているので、ここにですね、ぐぐっとはめてあげてこうやって入れるとですね、まあ、一応この小文字型のやつが出ますよと。で、ここに固定してあげることで、必ず、まあ、同じ位置にはまるようになってますと。これ四隅にあるんで、これによってですね、まずこのハニカムのボードをレーザービーター本体に対して常に同じ位置に固定するというふうにしました。余っている素材で、ガイドを作ってみましたということで、こんな感じのやつですね。ということで、こう穴を開けたところですね、ちょい渋めに作ってあるので、ここに、マグネットを叩き込んでいきたいと思います。こんな感じです。作ってみました。はい。でですね、まあ、このハニカムのボードが、まあ、本体ときっちり固定されたところでですね、まあ、先ほど作っていました、これですね、メモリがついている板にマグネットが入ってるんですけど、こんなものを作りまして、これをね、ここにパチッとやって、このフレームのですね、まあ、端っこのところにきちっと当ててあげると、ちょうどこの、角の部分がですね、まあ、原点の位置を示していることになるわけですね。で、正確には原点の位置よりも、この向こうの壁とこっちの壁ですね、このラインが、正確には、この原点の位置よりも、ちょっとだけ外側にあります。3ミリ外側にあるので、要は、ここで物を切るときに、板とかを置く場合にですね、こうポンと置いてですね、ここに角に合わせてあげると、これで、まあ、位置合わせができるんですけど、原点の位置は、この置いた板の角から手前3ミリで、こっちの手前3ミリっていうところに、ここに原点が来るようになってるんですね。なので、作図する場合は、まあ、画面上では原点の位置からスタートで物を切るようにしてあげると、まあ、この3ミリドブっていうか、3ミリいらない部分をですね、残して、まあ、切ることができるので、ちょうど、まあ、こんな状態ですね。画面上ではぴったりに合わせて作ったデータなんですけれども、それをこういうところに、ここにね、板を合わせてあげることによって、まあ、角3ミリずれたところからスタートできるので、これで無駄なくここにね、物が切れますよってなってます。あと、ここに、まあ一応メモリが振ってあるので、なんとなくこのね、メモリを当てにしながら、じゃあ次に物を置くときにはどのぐらいね、データをずらしてあげれば、これを切らずに、この横の部分に、まあ、ギリギリで物が切れるのかということで、まあ、無駄にしないで材料を使うことができるようになっていますということで、まあ、こういう改造をね、することによって、だいぶ使い勝手が良くなりましたと。まあ実際はもう外で使ってるんですけれども、だいぶ使ってるので、中がこの焦げ焦げの、状態にはなっていますけれども、全然これによってですね、まあ快適に切ることができるようになりましたということで、ようやくね、このぐらいセッティングができてしまうと、あとはですね、もうデータを作って流し込んだらですね、材料をここに置いてあげれば、どこが切れるかすぐわかるので、簡単に物が作れるようになりますよ、ということで、だいぶ使い勝手が良くなりましたね。なんで、いちいちね、毎回位置合わせするのすごくめんどくさいので、それをですね、簡単にできるようにしてみましたという感じです。はい、ということで、部品ができました。こんな感じです。よいしょ。もうね、すごい綺麗に切れてるから、もうこの時点でバラバラなんだよね。はい、ということで、パーツができました。組み立ててみたいと思います。って感じですね。
じゃあ実際にですね、どんなものが作れるのかということで、作例をいくつかお見せしたいなと思います。すごく簡単なものからいくとですね、こういう箱組みのものっていうのが作れます。これ 2.5mm の厚みがあるので、その 2.5mm 分だけ、ジグザグというか、デコボコに、この設計をしてあげると、ちょうどですね、この板がパチッとはまるようになっているので、で、かつですね、精度が高いので、こういうところにですね、入っている板とかも、この端っこの部分がちょっと出てて、下も出てるんですけども、それがはまるようにですね、ここに溝を切ってあげて、そこにも穴を開けといてあげるとですね、こういう仕切りの板みたいなのをストンと入れてあげると、これでですね、よいしょ、穴にパチッとはまるとですね、かなりきちっと、このね、仕切りが入ることになりますと。こういうものを収納するのにぴったり。で、いらない時にはね、この仕切りは外すこともできるということで、かなり便利な感じのものが作れますよと。ね、こういう箱を作るっていうのが一番簡単なものだったりしますし、もっと簡単なところでいくとですね、もう僕が持っているこういうですね、これホッチキスの古いものなんですけれども、これを飾るのに、どうしてもこの変な形をしてるので、置いてもですね、立てておけなくてゴロンってなっちゃうので、展示用の台としてですね、こういう、これも、2枚板を切ってですね、穴を開けてあげて、デコボコをつけてあげると、差し込んで組み立てできます。で、これボンドで留めてあるんですけど、木工用ボンドで留めてあげると、こんな感じにできるので、ちょうどその製品がね、一番、水平に綺麗に置けるようにということで、すごく簡単なものですけど、こういうのを作ってあげるだけでも、コレクションが綺麗に見えますよね。で、あと、これは、こういうところにですね、ペンを置いて、ペンの重心がどの辺にあるのかっていうのが、これでバランスが取れるところで見れるということで、それだけの道具なんですけども、何本かペンを置いたりすると重心の位置の違いとかが、視覚的にわかりやすいということで、これは動画の中でね、筆記具を紹介するときによく使う用の、板として作りましたということで、こんなものを作ったりとか、あとは、ちょっと組み立て、これはね、きちっと等間隔に丸穴を開けるっていうのも、これもですね、簡単にできますし、あと後ろのところとかに刻印入れたりとかね、そういうのも簡単にできるので、こういう形のものを作って、で、ここに、これは万年筆のコンバーターですね。を入れておく用のスタンドということなんですけど、これもやっぱり専用スタンドで、挿したいものに合わせてこういうね、台を作ることができます。底板は、穴が開いてないんですけど、2箇所穴を開けてあげることによってですね、ちょっとこれコンバーターじゃないですけども、例えばこういうね、インクとかをこうやって入れた時に、ちゃんとまっすぐ立つと、試験管立てみたいな感じですけども、これもこういう感じで作ることができますと。あと複雑な形状だとこれですね。以前にポリエチレンの板で作ってたんですけれども、これだと、2.5ミリ厚の、これ4ミリか。4ミリの厚みの板とかでもですね、このぐらい複雑なものを切って、この猫のヒゲとかも綺麗に抜きができておりますけれども、こんな感じにしてあげてですね、これは消しゴムの大きさを測ってちょうどぴったりにはまるように作ったんですけれども、こういうですね、加工ができるということで、これもなかなかいい感じですね。あとは、マグネットを使うといろんなことができます。これはちょっとね、パンチを使う用の、ガイドとして作ったんですね。ゲージとして作ったんですけれども、これ何枚も重ねて作っていますけれども、それぞれ、微妙に形状が違うものを重ねて作ってるんですけど、こういうね、蓋みたいなものをつけたいときに、すごく簡単な方法として、穴を開けて磁石を埋め込むんですね。で、ネオジム磁石、今は割と安いものが、100円ショップなんかでも売られたりするんで、そういうのを買ってきてですね、これがちょっとだけ穴を小さく作っておいて、ここと同じですね。ここのところでもやりましたけども、ハンマーで叩き込んであげるとですね、こんな風にして板に、マグネットが入っている状態ができます。で、こんな状態になるとですね、これを持ってきてパチッてやると、これで蓋が固定できるんですね。これ応用範囲が広いので、いろんなものづくりに使えます。
なので、この MDF の厚みが2.5ミリだったら2.5ミリとか2ミリとかの、マグネットを探してくるとですね、こんな感じで、こういうね、蓋にしたりとか、取り外しとか移動とかができるようなものを簡単に作れるんですね。これもいい感じです。ということで、こういう使い方もできますよと。で、複数枚板を積層するときは、こう穴を開けといてあげて、ここのところにですね、ネジを通して、これ接着剤が乾くまでの間だけネジを通して、固定してあげると。で、あとは開かないように、クリップとかで留めといてあげると、木工用ボンドで綺麗につくので、こんなものが作れますよと。非常に簡単なところでいくと、もう本当に 10W のパワーが有り余る感じではあるんですけど、こういうですね、ポリエチレン、これは発泡ポリエチレンっていうやつなんですけども、黒い色で、かつ、発泡剤っていうのは、中がスカスカなので、あっという間に切れるので、むしろ出力強すぎないように、注意するぐらいですけども、そうやって切ってあげると、こういうですね、組み立て用の穴とですね、こういう複雑な形状とかいうのが一発で取れるという風になりますので、こういう風なのを応用していくと、例えば、自分が収納したいものに合わせた形の、収納ケースとかいうのが簡単に作れますよと。これも、簡単にって言ってますけれども、一応ね、サイズとかを考えないといけないっていうのがありますけれども、こういうのをですね。で、積層しているので何層かになってるんですけど、それがずれないようにこういうところにですね、上下をつなぐ、くさびみたいなものが入るようにしておくというふうな作りになってます。ほんで、ここの部分はですね、裏から見るとこんな感じになってるので、T 字になってるね、ものを後ろからこうはめ込むことによって、こうやって固定するようになってますということで、やっぱ持ち物をね、こうやって、100均の箱とかでもですね、きちんと物が入るようになると、かなりね、すっきりと気持ちよくなるので、こういうね、入れ方っていうのができるようになりますので、物に合わせて物を作るみたいなことが簡単にできるというところが、このレーザーカッターの、すごく面白いところではあるし、便利なところではあるんですね。なんで、こんなものを作っておりますということで、ちょこちょことですね、こうやって作ったものを、ベースのショップで販売したりとかもしてますけれども、そういうところでですね、クラフト、作家としてはですね、非常にありがたい、ものだったりします。あとね、刻印を入れたんですけど、文豪工作室って言って僕が使っているブランドの、ロゴですけれども、こんな感じでですね、綺麗に、いけてますよね。そつなくこの、刻印が入ります。これそんなにスピード上げてません。ゆっくりのスピードで切っているので、比較的綺麗ですけど、これあんまりスピード上げすぎると、ボヨボヨボヨってなっちゃうので、そこは気をつけてくださいと。で、レーザーのブレなんですけど、どのぐらいブレるかっていうと、高速の、スピードを上げられるんですけど、その状態で、例えば、これ向きによっても違うんですけれども、ここをですね、横線がですね、横線を引きながら往復しながら、ヘッドが移動していくっていう、ジグザグに、Z 状にどんどん動いていくっていう状態で動くとですね、速度が速すぎて、本体のブレがですね、こんな感じで出てきて、ミヨミヨってなってますね。こっちは大丈夫なんですね。縦方向は大丈夫なんですけど、特に横方向のブレが、ブレちゃうので、そこら辺はですね、動く、速度と動く向きとかにもよるんですけれども、ただあんまり速くしすぎない方がいいかなと思います。特にね、こういう板をカットするラインがブレるってことはほぼないんですけれども、スピードを上げられないからですね。ゆっくりのスピードで切るので、切るときは問題ないんですけれども、特にやっぱり刻印の時ですね。スピードを上げることも可能なんですけれども、スピードを遅めにした方が、繊細な、綺麗な、文字が見れるので、そんな感じで、刻印入れていくといいかなと思いますということで、そこら辺ご注意くださいという感じですけれども、全体的にはですね、パワーに余裕があるので、いろんなものが加工できて、とにかく楽しいぞということなので、工作好きの人はですね、腕に覚えのある方はですね、ぜひチャレンジしてみていただければと思いますよということで、今回はですね、ちょっと長くなったので、作例に関してはまた今度ね、ちょっとずつ、紹介していきたいと思いますので、今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。以上です。